空耳。トラビスジャパンの空耳4回目に引き続き担当するのはこの声吉田静也です。そして松倉海斗ですそれ何やよろしくお願いします。後半の人は絶対そうなるんですか？何がですか？僕普段からこういう声ですよ。あ、そうだったっけ？はい。じゃあ、はい、今日このまま言ってくださいね。絶対にこのまま言ってくださいよ。無理です戻しましょうか。戻りましょう。はい、すみません。はい、ということで、はい、今回もこの2人でお送りしていきます。はい。トラビスジャパンの空耳。前回からちょっとね時間は空いたけど、もうあれです。これを配信する頃には12月31日です。31日。前回はね、クリスマスイブだったもんね。そう、から、1週間ぐらい経って、はい、31日です。どうですか？早くない？早いです、もう年越しです。そうだよ。参っちゃうよね。2025もう終わっちゃうよ。早すぎる。いや、なんかね、めっちゃ濃密な1年だったなって個人的には感じてるな。だって俺もう去年何やってたか全然覚えてないもん。去年のさ、年末何やってたかちょっと見てみる。見て。なんかいろいろあった気がする。忙しかった気がする。だからだって去年がもうリハーサル、ライブのリハーサルとかはあれだったもんね。全然メンバー揃わなかったもんね。そう、それぞれドラマとか撮ってたりねしたからすごいよ。何？31なんかやってる？リハーサルとかね、いろいろそれこそ生配信とかもいろいろやったりとかもしてて、んだけど、MV 撮影してる。31に？31だけだったっけ？2日間だったよね。実質には29、30でやってんのかな。でもそのさ、2曲撮ったじゃんそうよ。年末で言うと普通は2日で1曲撮るとかなのよ。俺たち2日で2曲撮ったじゃん。どうなってんだよ。でSay I Do を撮って29に撮ったかな。撮ったね。でそのまま30の夜型くらいから東京クレイジーナイトのミュージックビデオめっちゃ踊って、だから日付超えた、あれめっちゃ3時くらいまでやってたよね。そうだって1回その間で歌番組挟んでるからね。私歌番組行って戻ったんだよ確か。そうだっけ？そうだ確か。そっか。そうだよ。いややばいことしてんね。すごいね。よく体力持ったね本当に。実質31の夜中まで MV 撮ってたんだね。いや素晴らしいよ。よく頑張ってます皆さん。いやすごいね本当に。でカウントダウン TV、ライブもさ去年年越しでそれ出たんだよ。それも出させてもらったりとか。いやすごいね。嬉しい。来年がどんな年になるか本当楽しみですよ。そうだね。だってストラベラーズのライブもあるからさ。4日からね、1月4日からあるから楽しみです。今日のメンバーは吉澤静也、松倉海斗、トラビスジャパンの空耳。トラビスジャパンのポッドキャストトラ耳。今回は吉澤静也と松倉海斗です。はい、今回の進行は僕吉澤静也がやらせていただきます。静が。はい、早速こちらの企画に行きましょう。鉄板トーク。きた。はい、このポッドキャストを通してですね、はい、トラビスジャパンのメンバーはスパルタでトーク力を鍛え抜きます。フリートークをしてその後すぐに反省会、トークをブラッシュアップして曲明けにもう一度同じトークを披露します。なるほど。結構きついぞこれ。いや前回ね静がやって、そうなんかねやっぱね同じトークをこの短期間で2回するっていうのもあるけど、でもなんかその緊張感、なんかこう直さなきゃっていうのがあるから、そこはちょっと反省点かもしれないけど、マジで頑張れやっぱ初代トークリーダーですから、ラジオの。なのでちょっと頑張ってほしい。しかもマチは結構なんかネタいっぱい持ってるから面白い。そんなハードル上げないでよ。マジで俺よりのトークリーダー、初代だからね。やっぱその貫禄を見せてほしい。おいやそんな顔してるでもちょっとね剥奪したいんで、静也のもうネタは絞ってきたの？ネタはいけそう？絞ってないです。もう全然思い浮かばないな。即興でいけるということで、では行きましょう。松倉海斗の鉄板トークです。鉄板トーク覚えてる。ということでですね
やっぱねカイトって名前多いなっていうのはまあ常日頃から思ってて、まあうちのメンバーでもトリプルカイト、中村海人、宮近海人、松倉海人が多いんですけど、他にもキング&プリンスの高橋海人っていうのがいるんですね。だからまあこの世代って言っていいのかな、97年まあ99年とかがカイトがこう集まりやすいのかなって思ってるんですけど、まあ、それも結構異例だなって思ってて、で結構前だから昔全然ジュニアの時ですね、だから10年前くらいかな、ちょっとまあ、ある事件がまあ起きまして、事件っていうのかな、はい舞台で帝国劇場で、まあ、フライングをするオープニングにっていうのがこうあったんですけど、まあ、いわゆるサークルフライング、円になって、まあ、10人くらいで手をつなぎながらフライングをして、まあ、幕が開くと、だからそういうナンバーがありまして、でそこに、まあ佐藤勝利だとか、ABCG の皆さんだとか中島健人君だとか、あと、まあ、キング&プリンスのメンバーとかが出てたんですけど、なんかまあ一人一人そのオープニングで名前がいわゆるアフレコで紹介される、アフレコっていうんですか、録音でね紹介されるんですよ。例えば佐藤勝利とか中島健人とか ABCG 橋本涼介とかでキング&プリンス永瀬廉高橋海人とかで、ある日なんですけどちょっとね高橋海人がちょっと舞台を欠席することになりまして、でサークルフライングって10人でやんなきゃいけないんで、1人こう穴が開いちゃうんですよ。でそこで誰をそこに入れようってなった時に、僕下の名前が松倉海人で海人なんで、ちょっと松倉お前入れるかみたいな感じになって、で僕フライングもしたことなかったんでちょっとドキドキしてたんですけども、こんなチャンスないから、で海人もね休んだっていうところで、僕もそこでちょっと穴をこう埋めたいなとも思いまして、まあでもなんで選ばれたんだろう僕がって、まあ海人だからかなと思ってまあリハーサルもして、でまあ本番開いたんですよ。で、まあ、佐藤勝利、中島健人とかで橋本涼介、長いな、戸塚翔太、塚田隆一、まあバーってやって長いな、で永瀬廉みたいに来て、で海人って流れたんですよ。あ、そういうことだったんだってフライングしながら思いましたね。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。はい。長いっすね。ちょっとね前振り長かったから。いや良かったんだけど、全体的に良かったよ。名前言うやつ2回やんなくていいし。あ、どこ。あ、そっかそっか、オチでもう一回やってんのか。そうだからもう一回一旦こうね、こういうのを説明しといてやろうかなって思ったけど、確かに全然はしょれる部分もたくさんあったと思う。まああと1個、俺と前回もやってるじゃん、反省してないことが1個ある。敬語。いやそりゃそうだけどさ、やっぱ敬語はね、やっぱ身近にトークを感じさせるためになくしたないと、結構ね気になっちゃうよね。いやそりゃそうだけど、俺の時で学んだでしょ。学んだけど、敬語がやっぱ俺も敬語がいいとは思ってる。いや分かるよとか言いながらこう言ってる今、敬語がいいって、俺も敬語がいいって思いながら言ってるお前に。敬語ダメだって。分かったそこは、まあ、前回のもあったから一回チャレンジとして一回ダメでやってるわ。なんかすり抜けられるかなと思ったんだけどな。あともうちょいなんかシュッとできそうな気がした。ああなるほど。例えばどこだろう。あとなんかなんだろうな、どこカットできるかな。でも話が入ってこないんだよ、長いと。なるほど。だからシュッとなんか自分なりにシュッとしてみて。自分なんかだから教えてよそれを。自分なりによ。それを例えばどこがどうだったかっていうのを。だって名前のやつがオチでしょ多分。そうでしょ。でなんか出てた出演者とかも結構多いから、そこを2人とかに絞るとか。なるほど。やっぱ出演者が多かったりすると、その人の名前であれこの人も出てたんだこの人も出てたんだっていう情報は嬉しいけど、オチが入ってこなくなるから。なるほどね。やっぱシュッとした方がいいかなみたいな。どこカットすればいいかな。いい感じにやって。俺もなんかそうね。舞台のナレーションっていう説明はちゃんとした方がいい。そうだね。ナレーション自体はナレーションの説明はした方がいい。ちゃんと確かに俺なんか変なこと言ってたもんね。何アフレコとか録音っていうのは、
そういうところでちょっとなんだなんだってなったりとか、確かになるからナレーションか。そうナレーションベースでやってもらったとか、なるほど。なんかそのシュッとしてなんかトークを話すときはシュッとしてないと。オッケー。だからスタイリッシュに。待って、ちょっと待って。俺もなんかいろいろ情報量多いわ。シュッとして敬語使わない。で敬語使わない。敬語使わない、シュッとする。あとやっぱ抑揚をつけた方がいい。抑揚。なるほど。なんかこういうハプニングあったんですよっていうちょっとインパクトがそこにつくと、やっぱあれ何があったんだろうってこう引き込まれるってことか。そう抑揚。なるほど。待って。なんだっけ、わかんねえ。だから敬語使わない。敬語使わない。シュッとする。シュッとするアバウトなんだよな。シュッとする。なんかもうちょい具体的な欲しいんだけど。いや大丈夫お前なら。放棄してないそれ大丈夫。シュッとする。シュッとする。であとは抑揚つける。抑揚つける。3つでいいの？3つで大丈夫です。いやむずいって。いやこれ大事。やっぱトークの3大大事なことと言っても過言ではない。あ、そうなの？はい。敬語使わない。シュッとする。抑揚。これ大事。オッケー、じゃあちょっとこれを理解した上でちょっとやりますわ。はい。トラビスジャパンポッドキャスト。トラビスジャパンの空耳。まとまりました？まあいやまあなんかシュッとするっていうのはあんま気にしなくていいよ。じゃあ気にしなくていいの？なんかそのナレーションのところとかもちゃんと自分でこういうこと言いたいっていうのがちゃんとまとまってればシュッとなるから勝手に。オッケー。そうそこがなんかあたふたすると。なるほどね、情報量が多いってことだ。そう。オッケー。はいということで2回目の松倉海斗鉄板トークです。どうぞ。鉄板トーク元気なんだよ。ということでだなはい。やっぱカイトって多いって思うんだよ。この世代でね。やっぱトリプルカイト、うちのメンバーでいうと中村カイト、宮近カイト、松倉カイト3人いるんだよ。で他にもキング&プリンス高橋海人いわゆる97年99年、こんくらいの同世代にカイトが多いのかなって思うわけだよ。なんだけどね10年前くらいかな、舞台をこうね当時ジュニアの時にやってたわけだよ、帝国劇場でね。でその時にねその舞台のオープニングでサークルフライングっていうものがあったわけだよ。でいわゆる円になりながら手をつないで10人が、回りながらこうフライングをする演目があるわけだよ。でその中でねいわゆる佐藤勝利だとか中島健人君だとか、他にも ABCG の皆さんだとか、キング&プリンスの皆さんだとかが出演されててサークルフライングをするわけで、でその中で、ある日ちょっとね、お仕事の都合上だとかで、高橋海人がちょっと欠席したわけなのね。でちょっとお前フライングできるかっていうのを振付師の方に言っていただいて、僕がそのカイトの、穴をこうちょっと埋めるっていう、感じで僕もフライングこんなねできるチャンスもないだろうということでありがたくやりますって言って、サークルフライングの稽古もしてで本番を挑んだわけだよ。なんだけどなんでこれ僕が人選されたのかっていうちょっと疑問が浮かぶ部分もあったわけだよ。でその流れでね幕が開いたわけよ。でその前にねオープニングだからサークルフライングをしながらこうナレーションがこうなるみたいなねそれぞれのこう名前を言いながらっていう部分で、幕が開いたわけでいわゆる開きましたバーっつって佐藤勝利、中島健人、橋本涼介、戸塚祥太、郷関浩一とかバーってこうある中で、永瀬廉、カイトなるほど、僕が人選されたのはこういうわけだったんだって思ったわけだよ。ちょっと待っていやおもろすぎるちょっとナレーションをね挟むところはもうちょい前だったかなっていう自分の中の反省点もあるんだけど、そうだね、敬語ないのむずいわ。だよが多すぎる。じゃあむずい、どうやってやるんだよ。なんとかなわけだよなんとかだねって書いてじゃあむずいな、ねとかやっぱだから敬語が染みついてんだな。いや結構むずいでしょ。むずいだろ。だから敬語を使わないっていうのは難かったけどシュッとする部分だったらどうできてただいぶできてた。なるほど、シュッとできてた。だから
人のこう名前とかもこうちょっとよりこうシュッてするようにっていうの、抑揚がねもうちょっと抑揚もうちょいでどうすればいいの？ ABCG 橋本涼介みたいな戸塚翔太みたいな、そういうなんか抑揚、そうするとなんかそういう舞台かっこいいんだみたいな、ちょっと抑揚がつくわ。なるほどね、より引き込まれる。そう立体的にトークしないといけないからさすがトークリーダーだな、ちょっとむずいわ。俺ちょっと敬語むずいよな。これさ、敬語でよくね。敬語でよくないか？でもさ、その場所だからこう TPO ね。そう TPO もよるけど、このメンバーと話してる時にさ、メンバーの話してる時は敬語使わないじゃん、あんまり俺たち。確かに確かに。でもこれ多分ラジオこの空耳を聞いてる皆さんに向けて言ってるから多分敬語になってるんだよ私。なるほどね。そそういう TPO もあるわけだ。だからいいことじゃない？もう一回今こうやってやってたからスタッフさんがね、さすがに一人に向かって話してあげてる方がいい。そうすると敬語じゃない方が。っていうことね。なるほどね。なるほどね。スタッフさんが言ってることもわかります。リスナーさんの一人に向かってトークをして披露してるっていう時はやっぱ敬語使わない方がスッと入りやすいんじゃないかっていうことだよね。確かにね。やっぱ距離がね縮まるよっていう話っていうことだよね。難しいですね。いや難しい。いやまあでもそういやでもマチュの一番やっぱタイトルコールが一番好きだった俺は。そこかよ。鉄板トークって一番元気なんだよ。その前まで不安そうな顔してんのに。それが一番大好きだ。なるほどね。トラビスジャパンの空耳。はい、ということでもうエンディングなんですけど、早いね。早いよね本当にね。早いね。楽しいと早いからね。いやマジ最高だったマジとは。いや楽しい。でここでねちょっとお便りが来てるんですよ。はいなので読んでいただいていいですか？これだからまだあれだよね、サービス開始した直後に来てるやつだからちょっと時差はあるんだ。なるほど、じゃあ読みますね。トラビスジャパンのラジオ待ってました、ただラジオ局だと地方の壁があったりしそうなので、そういうのを心配ないところでやってくれるのがとても嬉しいです。ありがとうございます。さらに最近はサブスク系が多く、子育てにお金かかる主婦にとって無料で聞けるということはめちゃくちゃとても本当にありがたいです。スタエン初めての試みがトラビスジャパンなことも、とっても嬉しいです。本当に本当にありがとうございます。トラビスジャパン大好きです、ずっと応援しております。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいね。そうだね、確かにね今物価高だったりとかするからお金が大変だからね世の中ね本当に。そうなんです。いろいろありますから、無料でできるっていうのね、無料で聞けるっていうのは最高ですから。そうだね。だからそれこそサブスクでもね、僕たち出しておりますし、それがねラジオと同時にこう聞けるっていうのもね、このプラットフォームっていうんですか、の見どころ聞きどころでもあると思うんで、ありがとうございます。ありがとうございます、ということで番組ではメッセージを受け付けております、メッセージはミミニのお便り機能を使って送っていただけたら嬉しいです。このポッドキャストは Spotify や Apple Music など各プラットフォームでお聞きいただけますが、音楽まで全て聴けるのはミミニだけです。よろしくお願いします。お願いします。そしてツアーが年明けから始まります、トラビスジャパンコンサートツアー2026ストラベラーズ、2026年の1月4日から7日横浜アリーナから、5月24日のララアリーナ東京ベイまで約半年間やりますね、ライブ。ぜひ来られる方はね楽しんでいただいて、で僕らも全力で楽しませる。そうですね。で来られない方も全力で楽しませる。それでいきましょう。それでいきましょう。そして最後に謝罪をいいですか？何ですか？オープニングで僕MV と MV の間に音楽番組行ったって言ったじゃないですか、あれ嘘です。おい嘘ついたの？嘘でしょ？あれは2日間やって、それこそ3時に終わってその後にそうね。俺の記憶違いです。だから俺過去のことを俺に聞かないでください。自分じゃん。俺覚えられない。自分じゃん言ってたの。だから正確に言うと MV は29、30であって、でそれの3時くらいまでやってたけど、でその後朝からも31日に配信とかいろいろあって、その後に年明けの時に音楽番組があったっていうことで。だから嘘です。嘘を言ったね。全部嘘です、忘れてください。まあでも MV があったのは事実だからね。大変でしたよっていうね、バタバタしてた。ということで次回の担当もねお楽しみに。
出ていただいて、はい、よろしくお願いします。お願いします。楽しかったですね。楽しかった。はい、ということでお別れです。お相手は吉田静也と松倉海斗でした。2025年にお聞きの人は良いお年を。2026年で聞いてる人はいい年にしましょう。またねー。